もこちらBABAベースにしております。引き続きカブの方をバラしていきたいと思います。持ち主本人ですねが、平日ちょこちょこ当たってバラシをしてるみたいですので、その状況だけ、アップしていきたいと思います。はい、状況なんですけど、まずシートが、こちら2点ですね。こちら2点で止まってますので、これ取ってます。で、こちらのリアの何ですかね、荷物置きのところですけど、ショックのところに底締めになって、かつ上が移転ですね。こちらとこちらの2箇所、ショック2箇所と上2点外して取ります。で、ショックがそのまま上と下ですね、それぞれ外すと抜けるようになってます。で、あとはチェーンカバーですね。こちらの方がこちら1点2点ですね。で、入れます。で、下カバーもこちら1点2点で取れます。最後なんですけど、ここら辺努力の結晶が見えてるところです。ここもともと折れてたみたいですね。で、ここにですね、ウィンカー、リアウィンカーのネジ、左右ですねが取れなかったので、ここですね、カットして、リアウィンカーのここですね、カットして抜けるように、こちらもカットして抜けるようにしてます。で、ストップランプカバー外して、で、そのまま、こちら1点と後ろの方ですね、ここ2箇所外して取り除きます。で、取り除きます。で、状況としてはここまで作業が進んでいた状態です。で、今日はそのまま、リアタイヤ外しまして、エンジンのところを下ろす段階まで持っていきたいと思います。では作業の方を進めていきます。はい、リアタイヤの方を外していきます。まずは、タイヤ位置調整用ですね。こちらのアジャストに入れていきます。硬いですね。外しとくの忘れてたケーブル類があるので、これを取りたいと思います。はい、
タイヤのとこ取ろうとしたんですけど、ちょっと撮影しづらいんでマフラー先に取ります。マフラーは基本的にはこうつけます。ここ自分が基本的にはつけるだけです。あとはマフラーの取っ手を入れます。マフラーにかけてこんな感じで抜きました。はい、マフラー取ると手元というかホイール元が見やすくなりますので、作業としてはブレーキですね。ドラム式のブレーキのワイヤーとバーがついてますので、これを外していきたいと思います。あとはこちら側ですね。こっちが、割りピンが入ってますので、ただちょっと割りピンもサビサビなんで、シート下のカバー取ります。袋系のところのカバー外します。はい、チェーンを取り外します。チェーン取りました。次にタンク取っていきます。まずはこちらですね、燃料ホース。今ちょっとガソリン抜きましたので燃料ホース外しました。で、次にインジケーターランプですね。インジケーターランプで、タンクは2点止めになってますので、から先ほど外したホースですねを引っ張りながらですね、ちょっと抜いたら先ほどのホースですね、このような感じで抜けます。エンジンを下ろすときにちょっと邪魔チェンジレバーというのは
ちらもサビサビですね。はい、次にエアクリーナー取ります。こちらも2点ですね、固定されてます。で、あとはキャブレターですねのところの固定です。反対側もあとはキャブレターにつながっているエアクリーナー取りました。次にキックスターターのところのガードをします。はい、エンジンを下ろすときに邪魔になる配線を外したいと思います。配線が、こんな感じでロックされてますので、この中ですね、コレクター入ってます。よいしょ。で、外してしまうと、これでもうエンジンにつながった配線は何がスパークプラグですね。スパークプラグの配線の方ですね。その方も外しておきます。はい、では、エンジンを落としていきたいと思います。エンジンが落ちないように下からジャッキで支えます。その状態でこちらのブレーキのスプリング取りましてこんな感じでエンジンを出していきます。はい、エンジン降りたらこんな感じです。こっから感じですね。結構もうカットプレージ上がっちゃうぐらい軽くなってます。はい、で下ろしたエンジンこっちですね。今回はエンジンの方カスタマイズはしませんから、ちょっとクリーニングして、保証して終わりにしようかなと思います。はい、あとはちょっと地道に、サビ取りと塗装を繰り返すような感じになります。で、本日の作業はこれで終わりたいと思います。はい、リアのところウインカー打ってなかった